私はスペースウルフのバトルリーダー、結構偉いぞ。古き友人に会いに行ったらその娘に囲まれてしまった。バトルリーダーさんお疲れ様です。そちゃです、どうぞ。さささ教団へどうぞ。あ、どうも。なんで何か教える流れになってるんだよ。バレたか。さすがリーダー、グレーナイトを知る数少ない存在。おいおい我々マリーンにこんな時間は。待て、今。なんて言った？グレーナイトです。アルマゲドン戦役知りたいです。当事者の意見は参考になりますねん。今の発言どれだけヤバいかわかってるの？私はピンチ人、この世界の常識を知らない視聴者のために派手感じた。グレーナイトとはズバリ、悪魔に特化したマリーンの兵団である。全員が銀座で最強クラスの異能者のくせに、混沌への知識や耐性がとんでもなく高く、もはや超人兵士どころか魔物と言っても良さそうな連中なのである。そして彼らは秘密組織の中の秘密組織であり、存在そのものが秘匿されているが、その対処法がとにかく正解である。まず彼らを知れば処刑、共に戦果を上げても処刑、マリーンであれば死を伴う記憶処理。なんなら惑星クラスの人口を処分するという規模の無すぎる隠匿手段。その心とかないんか、広い銀座でここまでえげつない組織をカジュアルに発言すれば、そりゃバトルリーダーだって黙ってしまうのか。ちょっと待っててね。オージエンペラー。おいともよー、お前はどんな教育してんだ？それはいろいろあってカクカクジカジカでな。惑星総督が元グレーナイト？あいつなの？いやこの手で、この辺は当チャンネルの上設定なので、彼らの関係を知りたい人は概要欄の動画を見よう。公式設定知りたいのに俺設定進められてもって。大丈夫、ここからはアルマゲドンの解説が始まるよ。オーケー、お前たちはアルマゲドン戦役を知ってもいい立場ってことになるんだな。絶対内緒にします。自分らだけで済まないので、ほんなら行くとこまで行きますわ。俺は責任を取らんからな。オージエンペラー。アルマゲドン戦役はいくつかあるが、第一次アルマゲドン戦役については秘匿扱いだ。グレーナイトの存在で、ですか？戦役について聞きたいのだろう。順を追って話してやる。黙って聞きます。まず惑星アルマゲドンは3つの大陸があり、ハイブ、光陵、赤道ジャングルなどが有名だ。ハイブも光陵もあるんすね。ああ、大量の人口を詰め込むハイブシティは、住居に住居を積み重ねた都市。その人口を産業労働に詰め込むわけだから悪辣な環境極まりないが、居住区が優先されるから光陵優先というわけにいかず、そこで作られるものは帝国の必需品がほとんど。それが一般的なハイブとなっている。ハイブで作るものなら、武器で言うとラスガンとかですか？そうだ、小銃程度を大規模で作っている。まあ大きなものを少数作ってるというのもあるが、何にせよ、ハイブが建てられるような惑星で、重厚な工場を建てるのは難しいだろう。一方、工業都市はその名の通り工場施設で溢れており、そこでしか作られない兵器などが作られる。技術が限定され、戦車1台作るにも条件が狭まれる帝国にとって、工業都市というだけで財産だ。にもかかわらず、惑星アルマゲドンには、ハイブと工業都市の両方が建造されている。まさに産業欲張りセット。惑星として成り立つのですか？ハイブにしろ光陵にしろ適した惑星でないと。そうだ、工業都市は惑星の環境を変えてしまう規模で稼働し続けるため、本来ならハイブとの共存は難しい。だがアルマゲドンは地球より少し小さく磁場が弱い。そして磁場が弱ければ、大気を安定させれないから、大気汚染が逆にバランスを保つんですか？よくわかったな、その通りだ。わかりやすい例なら火星だな。磁場が弱いせいで大気がどんどん宇宙に投げ出される。そこに目をつけたかどうかは知らんが、今では人間も住める地域としてテラフォーミングして、人類最大の工業惑星として成り立っているな。はい。つまりアルマゲドンは帝国にとって人員と工業、二つを兼ねた、かなりの輸出惑星なんだ。帝国からすれば、何が何でも守りたい拠点ですね。そうだ、そこに住む人間よりもな。第一次アルマゲドン戦役の侵略者は、アングロンスキー・ワールド・イーターだった。アングロン。まさか。そんな、勝てるわけない。ほう、ディーモンプライムあくまで知ってるとはな。と簡単に言えば根本四天王とでも思えばいい。わかりやすい。そしてアングロンスキール軍勢は一番力持ちの高位の軍勢ワールド・イーターだ。めっちゃ強そう。手頃なら負けんぞ。アングロンは人間時代、オーロード・タイタンの踏みつけを受け止めたらしいぞ。先生、ウォーロードタイタンってこれですよね？それで間違いない。どんな銃器使ったら止めれるんですか？体を張って止めたらしい。ふざけんなー。プライムアークにはこんな逸話は珍しくない。
我が先団の父レマンラスも、一撃でウォーロードタイタンを仕留めたと言われてる。絶対持ってますよね。ウルフさん誇張ダメだよ。どうせコンセント抜いただけやろ。そんな逸話を持つアングロンが、悪魔となって転生した軍勢が攻めてきたんだ。浄化決定。ごめんねアルマゲドン。燃やせ燃やせ聖なる炎。さっき言っただろう、アルマゲドンは帝国にとって手放せない。二重苦なのは連中が攻め入るとき、ちょうど背後で混沌信者が突如内乱を起こしててな。空気読めよ混沌勢。よかもないでもは犯罪やぞ。奴らはワールドイーターが降り立つのを予見したのか、凄まじい勢いだった。一方帝国側はいつもの内乱くらいに思って、現地の防衛軍で鎮圧できると考えていた。いつもの毛並みやねん。手はにじて抜きすぎやろ。これは遠征ライブしないと。ワールドイーターがつく頃は防衛軍だけではどうしようもなく、中域にいた、ローガン・グリムナー率いるスペースウルフが援軍に来た。ほんとお疲れ様です。帝国のわがままに付き合ってくれてありがとう。いつかチャリティーライブしに行きます。楽しみにしてる。とはいえ敵はワールドイーター。幸運の悪魔の力を得たマリーン、悪魔そのもの、ミュータント、ビーストマントウ。殺戮を極めた地獄の鬼ども、いくら我らと決戦は必死だ。マリーンでも苦戦するなんて。そらもうこんなんだからな。なんじゃこりゃアングロンは12の上級悪魔を率いて軍勢を編成したんだ。こんなふざけたことになる。待ってください。上級悪魔ってスペースマリーンの精鋭でも防戦一方ですよ。防戦できただけでも奇跡だ。ほら、オーハンマーコミュニティからステータス見てみろ。マリーンの体温で傷神だから。メタイがわかりやすいだろう。奴らの斧を一振りするだけでマリーンが吹き飛ぶ。そんなんがこれって。反則だよこんなん。何ポイント戦考えてるねん。惑星一つ乗っ取るつもりだからな。オーロードタイタンでもこいつらに絡まれたら終わるだろう。多分せいやアングロン、オーハンマーする友達おらんようなるぞ。一生オルクだけ相手しとけ。他にもスカルテーカーとかいう名の知れたブラッドレターがマリーンを虐殺しまくってたな。ブラッドレターって下級悪魔ですよね。あ、これステータスな。ダメージ3。ターミネーターの一発ってそんなんするからオーハンマー売れんなるねん。こんな連中が相手だから帝国の防衛軍はあっという間に追いやられ、半数は寝返ってたな。幸運のステータスにやられたか。数字に振り回されおって、そんなんじゃゲームで勝てんぞ。我々スペースウルフも奴らに盲信するようなバカな真似は絶対にできなかった。さすが中世戦団。冷静に対処できる帝国の鏡ですわ。我らがアルマゲドンに降り立ったのを知られていないこと、連中がワープの力を必須としていること、この2つを利用して、まずは防御を固めていった。前者はわかりますが、ワープの力が必須とは一体。混沌の軍勢はワープ空間から現実化してこっちに来ている。悪魔のシンボルやトーテムなどを魂やドクロで祭り上げ、重要拠点として作り続けなければ、現実世界で存在することができないのだ。そのため奴らは進軍し続けることができず、我らはアルマゲドンの兵を集め防御を固め作戦を立てた。常人兵士、それも好戦的なウルフがいるとは知らず、側を越え盲信してくるとは奴らは思いもしなかっただろう。血の気の多い奴らは陽動とも知らずに反撃に出ては釣られ、待ち伏せ攻撃で仕留めた。おお、頭いい敵の脳筋を逆手に取った。順調だった。アングロン自身が進軍する戦場以外は、グリムナーはこの時に敵の正体を悟った。この歴史的戦争の元凶を仕留められるのは、かのディーモンハンターしかいないと。あれグレイナイトって異端審問以外が呼べるんですか？グリムナーはウルトラマリーンで言えばマルネウスカルガーくらい偉いと思えばわかるだろ。それだとグレイナイト招集してもおかしくないですね。電話帳にグレイナイト入ってて当然だわ。もしもしオレオレグリムナー、グレイナイトなるはやぜ。電話帳からマブダチよろしくで呼べればどれだけ助かったか。この先生結構ノリいい。さすがリーダーですわ。グリムナーの要請を聞いた異端審問はグレイナイトを召喚した。その間ウルフは必死にワールドイーターを食い止め、なんとか持ちこたえ。グリムナーより敵を知ったグレイナイトたちは、敵の本拠地にテレポート強襲を仕掛けた。やべえ。その堂々たる登場も見事だが、招集された兵も凄まじく、109体のターミネーターにて悪魔の軍勢へと攻め入ったのだ。109？だから何ポイント戦なの？値段にしていくらだよ。だいたい20万円ってところだな。タイタン並みの値段。まさにアポカリプス。こんなゲームしてみたい。我らウルフもアルマゲドン防衛軍を指揮し、共に戦いに戦った。だが奴らは強かった。災害のごとく暴れるアングロンだけでなく、スカルテーカーはブラザーキャプテンの4分の1を誇っていった。さっきから何なんですかこの下級悪魔。タイタン規模のターミネーターやぞ。ミニチュアの値段インフレしたのお前のせいやろ。だが彼らは止まらず戦い続け、その命を費やした力により、ブラザーキャプテン、タウナー、オーレリアンは、その魂を犠牲にアングロンを混沌へ追い返した。かくして混沌の軍勢を押し返したが、グレイナイトの生き残りは109名中たったの13名のみ。ひどい。20万が10分の1に、まるでミニチュアゲームみたい。第一次アルマゲドン戦役、状況も状況だからかなり端折って教えている。これ以上知りたければ異端に気をつけて自分たちで調べることだな。難しい件なのにありがとうございます。アルマゲドン戦役の規模で噂が絶えない理由もわかりました。詳細はアルマゲドンコデックス読んで勉強します。ああ、そして俺がお前たちに話すべきことは、ここからなんだ。わかっているはずだ。グレイナイトは何が何でも秘匿されている団体だ。知れば粛清の秘密戦団と共に戦った。あるいは彼らの戦いを住民が見ていた。
戦地は惑星そのものだ。背部の片隅ではなく惑星規模の大戦争。グレイナイトの件だけでない、アルマゲドンの住民は混沌の存在を深く知りすぎたんだ。帝国のプロパガンダでは混沌を強く否定し、そこへ寝返った事実が広まれば歪小な存在と伝える。それゆえ早急な惑星浄化をたやすく行うが、今回の件、アルマゲドンという惑星は残したい。問題はそこに住む人だけなんだ。ならば帝国がどうするか、想像できるだろ？まさか、